はい。では、第4回になりますけれども、講義を始めたいと思います。1週間、ご無沙汰しておりました。で、前回の後半ぐらいから、私自身の、自己の話ですね。我々としての自己という話を始めていまして、今日、いよいよですね、我々の自己のところに行くという、概念的、なんて言いますか、崖登りというか、登攀という険しい道をちょっと行きますので、お互い頑張っていきたいと思いますが、まずは前回の振り返りと、ちょっと残ってた話をして、それからこうやって、我々としての自己の方に行きたいと思います。例によってちょっと最後のところはですね、次回に先を置く日で申し訳ありませんけれども、今日はこの倫理の前の裏あたりで、まで行きたいと思ってます。はい、これはですね、前回の振り返りですので、もうあまりくどくどと申し上げませんが、私の基本的な考えといいますか、観察として、我々というか私個人、自分の体を動かすわけですけれども、この指一本手一本動かす場合であっても、自分以外のさまざまなエージェントに自分が持っているこの行為者性、ドゥアーであるということ、これを異常エントラストせざるを得ないという、一人では何もできないという、そういうふうな考えが全ての出発点というお話をしました。なので別の言い方をすると、私は私のこの体を動かしてるやつなので、責任を持ってるといいますか、行為者性を持ってるわけですけれども、この行為者性っていうのはより、明確厳密に言うとですね、他のエージェントに自らのこの行為者性を委ねることに他ならないという、こういうふうなお話をしました。とすると、全てのエージェント、身体行為において、私がですね委ねたいろんなこのエージェント、いろんなやつがですねわらわらとこの周りに実はいるという、それを全部合わせたらマルチエージェントシステムというのが常に成り立っているという話をしました。で結局この私の身体行為の行為者性という力を持っているような性質っていうのは常にこれら多数のエージェントに分配されているっていう、そういうお話を前回したと思います。で、これも前回ね、この表は表というか図は今回初めてですけれども、でそうするとですね、いろんなエージェント、この図ではこのエージェントをサークル N で表しています。4つ書いてますけど、本当はもっとたくさんあるということですよね。そのいろんなエージェントがあるんですけれども、全てのこの丸はやっぱりエージェンシー、行為者性を分け持っているということで、身体行為者性を持つという点に関しては、私ちょっとグレーで書いてますけれども、とその他のエージェント、白い丸の間には何も区別はない、全く一緒だと。じゃあもう全然何の区別もないかっていうと、そうではなくって、この私個人的な自己というのは、さっき言ったように身体行為者性の異常者、委ねてる側、エントラスターで、他のは全部委ねられている側、非異常者、エントラスティ。だからエントラスターをこのグレー、エントラスティを死語で書いてますけれども、そういう点で異なると。結局はこの個人的自己を自己たらしめている、それだけしか持ってない固有性質っていうのは身体行為者性とも言っていいんですけれども、より正確に言うと身体行為者性を委ねるという、そういうことだ、こういう話をしました。これが前回の振り返りで、今日はここから進んでいくということになります。でそうしますとですね、どんな行為をするにしても結局いろんなエージェントに助けてもらわないと何一つできないということですので、通常ですね、いろんな身体行為っていうのは個人的な行為と共同行為があると。例えば自転車に乗るのは一人、一人で歌を歌うのは一人で、共同行為サッカーとか合唱とみんなでやるっていう、こういう区別があるんですけれども、今の話をちょっと視野に入れたらですね、実はこの区別は表面的であって、全ての行為はもう最初から共同行為だということになります。ただし狭い意味でのその共同行為っていう、サッカーのやっぱり一人でやるってことと違いっていうのは後でお話ししますけれども、そういう違いは立てることはできますが、原理的に言うと全ての行為は共同行為だという、これちょっと驚くべきかどうか分かりませんけれども、そういう願意がここからもうすでに出てきているということです。で、これさっきのやつ、これですね。で
以上を見た上でですね、いよいよ今日はこれから前に見ましたこの私と自己っていうのがこの等式でがっつり結びついてるやつをこれを引き離すというこういうちょっと力技をこれからしていくということになります。どうやってこれを引っ張がすかということですね。でこの引っペガスですね、やり方についてもこれも以前にちょっとお話をしました。その個人的な自己をまず着目しましょう。その性質は全部前は個人的です。でそれしか持ってない固有性質ってのは合うでしょうと。でその中の固有性質のうちの少なくとも一つ、これが脱個人化可能、とりあえず今までは個人とくっついたんですけども、原理的に脱個人化可能ならばそれを取り出してそれだけで一つ自己を作っちゃいましょうという。こういうふうな戦略を取るというお話をしました。でこれまで見てきたこの固有差性っていうのはまさにこの委ねるというですね、異常者であること。この異常者であることがじゃあ脱個人化可能か、差し当たっては個人の中に入ってるんですよ。でも原理的に脱個人化可能かどうか、これは非常に大きなポイントになってくるんですけれども、実はちょっと考えたら分かると思うんですが、イエス、答えはイエス。脱個人化可能ということでひっぺがしに入りましょうということです。でどうやって脱個人化可能かというここに書いてます。この異常ですね、委ねること、エントラストメント、これまでお話をしてきた体を動かす時に助けてもらうとか委ねなきゃいけないっていうのは、個人のていうか心の中で起こっているというか自己の中で起こっている、意識の中で起こっている、ざっくり言って非常に個人的心理的なプロセスですよね、出来事。これを個人的心理的異常と呼べるでしょう。でも我々この異常とかエントラストって他の文脈でも使ってますよね。割と日常用語っていうか使ってます。これざーっと書いておきました。これ法律用語なんかでそれぞれちゃんと明確に細かい意味の違いとかが決められているわけですけれども、まさにこの、社会的なエージェント、組織だったりどっかの会社だったり大学だったり、個人だったりがいろいろ権限とか業務とか財産を持ってる。でもそれを他のエージェント、また社会的なエージェントですよね。他の会社とかどっか別の代理人とか弁護士さんに代行管理させることという、異常、それから信託とか委託とかトラスト、いろんな言葉があって、いろんな国でいろんな仕方で定義されているわけですけれども、要するに同じような言葉が個人的な場面と社会的な場面でもすでに2つあるわけですよね。でこの後のやつはもちろんこの周りにはいろんな個人の思いとか働いてる人の個人的なプロセスあると思いますけれども、基本的にそういった個人とか心理には還元されない、完全にある種の社会的なディメンジョンで次元で成り立っている事柄と言えるでしょう。なのでこっちの方を一括してですね、脱個人的社会的異常というふうに呼ぶ。異常って実は2種類あった。探しはもっとあるかもしれませんけど、少なくとも個人的じゃないやつも1個ありました。じゃあこれですね、この関係、これはもう飛ばしてもいいですかね。この2つの間の関係というのは、この2つの異常とやっぱりいろいろ関係するんですよね。社会的な異常があると。誰かが自分の財産を信託して僕に託したと。じゃあ私頑張ってやりましょうというこの社会的な信託を個人的に受託するっていう個人の心理で受け止めるというような社会と心理が結びつく場合もあります。一方で僕は自分のこの財産を誰かに委託してですね、世のため人のために使ってくださいっていうそういうふうな気持ちを持ったとしたら、私の心理的な異常がですね社会化される、ルール化される制度に乗っていくという、この2つやっぱりいろんな形で行ったり来たりしてるんですよね。でどっちが先かという問いも立てられますけれども、それなかなか難しい問いですが、僕のある種の推測、これはいわゆる鶏が先か卵が先かっつうあれですよね。あれと一緒。つまりどっちが先と言えない。お互いがお互いを参照しつつどんどん概念的結晶化が進んでいったっていう、相互参照的に共に成長してきたという、そういう関係にあるんじゃないかと思っています。細かいところは言いませんけれども、とりあえずこう2つのものがやっぱり我々手にしているということであります。
じゃあとりあえず今その心理的な異常と、社会的脱個人的な異常がありましたと。でやっぱり両方とも異常とか似たような言葉で言われてますと。でこれが単なる偶然で同じ言葉で呼ばれているのかと、そういうケースもありますよね。同姓同名の他人みたいな人いるので、同じ名前だけどそれはなんか似てるんじゃなくてたまたま同じ名前を持ってただけという。でも明らかにこの心理的異常と社会的異常がそのたまたま一緒ってなくて、それ両方に共通する一般的抽象的な特徴を取り出すことはごく簡単にできます。さっきの心理的なもの、社会的なものを合わせて両方に共通のなんていうか部分って何か、それ異常者が例えばここに書いてますような自らの権限権能を自発的に手放すんですね。取られるんじゃなくてあなたに任せるっつって。でじゃあ完璧に保証してやってくれるかと、それはやるように選んでますけど、もしかしたらお金持ち逃げされることだってそれはないことはない。でもその完璧な保証がないままこういった権限とか機能を非異常者に代行させる。これが心と社会両方に共通する。ちょっと一般的といえば一般的、ちょっと抽象的といえば抽象的な異常ですよね。これ、純粋異常というふうに呼んでおきましょう。でこの純粋異常というのは、個人の方に持っていくこともできるし、社会の方に具体化することもできるわけですが、それ自身はその両方にいわば持っていくことができるということは個人に特化しないし、社会にも特化しない。つまり脱個人的な脱社会的なあり方をしている。だから原理的に個人を超えても当然社会に適用可能だし、社会を超えたってなんか別のところに適用することも可能ですよね。第三の場合に持っていくことも可能です。とするとここでこの異常の中で見てきたら、その中には純粋異常っていうちょっと普遍的抽象的なものが入ってて、これまさに脱個人化可能ということになります。とすると今個人的自己私の重要な固有性質の一つはですね、この身体を動かすというこの力を異常するというところにありました。でこれは心理的なものですけれども、ここにはですね社会にも適用可能な純粋異常っていうのがこっそり隠れていました。だからこの私個人的な自己もこのこっそり隠れていた純粋異常というのを実は最初から持ってた、ビルトインされてたわけですけれども、この部分は先ほど言ったのは完全に脱個人化可能だし、脱社会化すら可能だということで、要するにこの部分だけをですね取り出して、純粋結晶みたいに取り出して、その性質のみを持ったエージェント、つまり純粋異常者ですよね。これイコール脱個人的脱社会的自己としてボーンと置いたらどうなるか。とすると今この等式にひびが入ってきました。私自己、この自己と純粋異常者がイコールになる。この純粋異常者もはや脱個人化可能なんで、私じゃないあり方を持てます。とすると自己と純粋異常者イコールで結んじゃったら、私と自己の間のイコールが遮断されるというふうになるはずです。こういう概念操作をする。じゃあ誰が純粋異常者なんやっつことですよね。個人も超えてる、社会も超えてる、どこにそんなやつがおるんだ。でこれが非常に重要なポイントですけれども、そういう純粋異常者は実はこれまで、先週からお話をしてきたマルチエージェントシステムそのものというふうに考えたらどうかということです。左側の図っていうのはこれまで見てきました。マルチエージェントシステムがあります。いろんなエージェントがいました。その中の私っていうのはワンオブゼムで、でもこれが異常者だった。個人的心理的な異常をしてましたと。次右。マルチエージェントシステムがありますよね。その中にこの丸いエージェントたくさんいるんですが、今異常者がシステム全体に持っていきましょう。とするとこのシステムの中に入っている丸は全部非異常者になるので、全部白色になるんですね。でグレーのところはこのシステムそのものがグレーになる、そういう書き方ができるかどうかは別として、でこの丸い白い丸いエージェントの中のうちの一つが私と
いうことになります。私、もはやここでは異常者ではなくて非異常者。この図は非常に重要ですので、また登場します。で、今このマルチエージェントシステム、これが異常者、純粋異常性っていうのを持つんですけれども、これ言葉で認証代名詞で表現するとしたら何が一番ふさわしいか。やっぱり後位者性を持ってますから一人称ですよね。で、一人称でもいろいろあります。単数、複数あります。で、このマルチエージェントシステムないしはシステム一般なんですけれども、実は複数性と単一性の両方を持っているという、こういう特徴があります。システムは1個なんで、そうするとそこに1個のシステムがあるんですね。単一性なんです。でもその中に何もなかったらシステムじゃないです。ゴロゴロゴロといろんなエージェントが入ってて初めてシステムになるので、システムとしては一つだけど、その中にいろんなものがゴロゴロ入ってるということでは多数性複数性もあります。単数性と多数性複数性両方を持ってるっていうのはこのシステムの特徴です。じゃあ一人称代名詞、私って単数しかないですよね。私切ったら何も出てきません。でも我々we一人称複数っていうのはまさに同様の両面性を持っていて、一人だったらweにならない、我々にならない私ですよね。複数いるから初めて、2人以上いるから初めて我々になるんですが、何かこれが我々っていう形で一括り一つのグループにならないと我々と呼べないのね。やっぱりそういう一つのまとまり、グループとしての単一性両方を持っています。なのでこの純粋異常者としてのマルチエージェントシステムを自己と見るとしたら、これは私ではなくて我々というふうに呼ばれるべきだ。なので我々としての自己がここで出てくるということになります。いよいよこの自己のコペルニクス的展開ということで、これまではずっとですね、自己は私でした。でもこの自己を純粋異常者とタグ付けるっていうかくっつけることで、しかもその純粋異常者をマルチエージェントシステムだと見ることでイコール我々とつながります。だから簡単に言うと、自己がこれまでくっついていた私と切り離されて逆の我々とくっつくということになります。つまりここではですね、私としての自己から我々としての自己へ言い換えると、委ねる自己としての個人的な私から2つのもの、委ねるシステムとしての我々とマルチエージェントシステム、その中のワンオブゼムとして委ねられたエージェント、一エージェントとしての私というのが出てくる。だからこの左から右へというのがこの自己のコペルニクス的展開、自己の我々か複数かということになります。この後ですね、この左側ですね、個人的なピクチャーの中に出てくる私を漢字の私で、その漢字の私が一緒になったら漢字の我々で、右側のこの新しい図の中の我々としての自己の我々をひらがな、その中に入っている一エージェントとしての私をこれまたひらがなで書くことにしていきます。で、じゃあここでの自己とは何か、一言で言うともう出てきました。委ねるシステムというふうに呼べると思います。名前がややこしければ要するにこの自己とは何か、我々としての自己とは何か、委ねるシステムですね。これ実は2つの内容があって、マルチエージェントシステム、そしてそれがイコール純粋異常者と重ね合わせられています。この重ね合わせプラスがどういうふうに成立かはちょっと今日はもう時間がありませんので、来週の初めにちょっとお話をしますけど、要するにこの2つを合わせて初めて委ねるシステムとしての我々ができるということであります。で、委ねるシステムでもいいんですが、こういうことを言うとですね、ハイデッガーが文句言いそうな、そういうやつがいましたよね。主語と述語みたいな使ってたらアリストテレスの罠にはまるぞって言ってたやつがいましたので、それが嫌だったら私もアリストテレスの罠にははまりたくないので、アリストテレス的な実態が入ってくるの嫌ですから、あんまりこの主語述語っていう表現が使わない方がいいと。
という思うんだったら、日本語にはもう少しこの主語述語の構造をぼんやりさせる非常にいいのはいくらでもあるので、例えば委ねるシステムではなくて委ねのシステムと、そういうふうにすればアリストテレス的な実態を排除できる、そういう言語表現も可能だろうと思います。だからこっちが好きな人はハイデガーはこっちに使ってもらいましょうみたいな、そういうことである。言ってることは同じ。これ言語表現が違うだけということですね。じゃあもうちょっと行きましょう。まだまだぼんやりしてるっていうか抽象的なことなので、この、委ねのシステム、とりあえず委ねるシステム、これが我々なんですけど、これもうちょっと見ていきましょう。繰り返しです。これはマルチエージェントシステムに純粋異常者がくっついたっていう、こういう概念ですよね。で、純粋異常者をくっつけるっていうのはもう一回来週見ますけど、とりあえずこのマルチエージェントシステムをもうちょっとはっきりさせましょう。これは前回も言いました、いろんなものが入ってる。人間も入ってます。で、普通の我々で考えるような協力的な我々もあれば、どちらかというと非協力的な我々も実は入ってくるんです。あとでちょっと具体例を言います。で、ないしはどっちでもいいわみたいな中立的なやつもおそらく入ってくるでしょう。人間だけではなくて様々な道具とか装置とか、その行為を可能にしている社会、歴史的な経緯もどこまで遡れるかわからないぐらいです。それを可能にしている社会インフラ、これもどこまで、広げられるかわからない。それから当然それを支えているエコシステム、それからジオシステム、ないしは宇宙システム、そういったものがもうワンサと入ってるシステムで、もういろんなもの入っちゃってるわけですよね。単なる社会では全然止まらないし、単なる生態系生物圏だけでも止まらないという、この非常にもう膨大なものを呼ぶいい言葉がないか。あんまりいい言葉はないんですけれども、今使われている言葉のうちの一つとしては、英語で言うと、ヒューマノスフェア、人類権、今日本語の訳として生存権というのがあります。京大には生存権研究所とかですね、総合生存学館とかそういうたくさんあるんですけど、こういうのが。一つの考え、言葉としては生存権を、これはいわばある種の一体というかある種の場所ですよね。これをシステム化した生存システム、生存系。これがこの我々の名前としてとりあえずは考えることができると思います。で、繰り返しますけれども、この生存系、これが我々なんですよ。自己なんです。これは人間以外の多種多様なエージェント、動物もいればいろんな生物もいれば無生物もいれば人工物 AI とかロボットがどんどん入ってくるって、そういう多種多様なエージェントを含む、そういった意味でヒューマンシステムではなくてパラヒューマンシステム、ヒューマンだけじゃなくて他のものもいろいろごちゃごちゃ入ってきてるっていう意味でパラヒューマンシステムというふうに言えると思います。そういった意味でここで私が言っている我々としての自己っていうのは決して人間だけで閉じた存在ではなくて、動物とか生態系とかこういう宇宙にも広がったパラヒューマンな存在ということになります。で、我々は常にこのパラヒューマンな存在に助けられて行為をしていると、そういうことであります。じゃあまだちょっとわからないですね。このシステムって何ぞやと、これって一体どういうもんやんと、これに関してはいろいろカンカンガクガクでですね、な議論がありますので、私はあんまりそれには立ち入らないようにしたいと思っています。ポイントはここでの生存系ないしは生存権というのは現実に存在するんです。例えばこの生存権を守れみたいな、さっきの生存権研究所は多分その研究をしてはるんですよね。持続可能な生存権とか、それがみんなやっぱり守ろうとしてる。とすると下手したら壊れちゃうかもしれない。これを守ったり壊れたりするのはこれ現実に起こる事態ですので、つまり言い換えるとこの生存権って現実の方なんです。なんか抽象的なものとかどっかのフィクションのお話じゃなくて、この世の中に存在しているからこそ我々一生懸命それを守ろうとしたり、壊れたら困ると思って支えてるわけですよね。だからシステムをどういうふうに考えるのか、そのオントロジーはいろいろですけれども、私の一つのポイントはこのマルチエージェントシステムとしての生存系というのはこれは存在している現実存在。だからこれを現実存在とするようなオントロジーだったら何でも好きなやつ取ってくださいっていうのが私の立場です。さあ、こういう我々というのがパラヒューマンだとしました。じゃあ人間どこに行ったのかと、人間なくなっちゃったんかって、そんなことはないですね。
やっぱりこの我々はパラヒューマンで、これが一言では人間とは言えないわけですけれども、もっと広いものなんですけれども、人間というのはこのパラヒューマンな我々の中に少なくとも一人必ず入ってる。それが、さっきから言ってる我々の中にいるひらがなの私。つまり漢字の私、個人的自己ではもはやなくなって、自己はこのひらがなの我々に言っちゃったから、その中のもはや自己ではない、個人的な一エージェントに過ぎない私、ひらがな。これ人間です。どう考えても。ですよね。つまりここでは、人間はちゃんといるんですけど、この人間の自己から一エージェントへの、いわば格下げが起こっていると。でこの格下げに伴っていろんなことがこれからガラ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 変わっていきます。かなり重大な帰結がこれだけのことなんですけれども、この後ボン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 出てくる。でまず最初に今日この後見ていきたいと思いますのは、このひらがなの私、それやっぱりなんかいろんなもう意識とか持っているので自己理解を持つんですよね。この自分の行為に関する自覚、概念的な理解とか、なんかある種の直感的な感覚がこの後ガラガラガラ自己をこうやって変えたら変わっていくはずだという話をしていきます。ちょっとでも飛ばしながら、もうちょっと大丈夫か。でまず一つはですね、行為者性ですよね。カタカナの私、個人的な自己、行為者性持ってました。その正体は何か、委ねることでしたよね。異常性だと。じゃあこのひらがなの私、これはやっぱりこのマルチエージェントシステムの中に入ってるので、こいつエージェントなんですよね。つまり行為者なんで行為者性持ってるんですが、この行為者性が以前と同じ委ねることかっていうともう違いますよね。だって委ねは全部あっち上に行っちゃって我々に行っちゃってるんですよ。でこの私というのは委ねる方じゃなくて委ねられる方なので、異常性持ってないんですよ。受け取ることしかできない。だからこの我々としての自己、この1って書いたのはこれいりませんね。すいません。普通の点でいいと思います。は非異常者。一つのエントラスターではなくてエントラス t にしか過ぎないので異常性持ってない。じゃあ何持ってるんですか。だとエントラス t シップを持ってるわけですよね。つまり異常性を受けるという、異常を受ける、つまり受託する。はい、分かりましたってキャッチボールで受けるということ。別の言い方をすると、異常が来た、委ねられてきた、それに応答する、任せてくださいという、そういう行為者性を持っています。でこのひらがなの私はさっきの漢字の私と同じようにいろんなものに働きかけていくんですね。周りの働きかけていきますけれども、この働きかけはもはや異常性ではなくて受託性です。もらったやつをはい、受けました、頑張りますということで隣を動かしていくという、こういう形になります。こうやって行為者性自体が異常性から受託性へと変わるという、これも非常に大きな自己理解でも変わりますよね。こう受けてやってんだという、こういうふうな自己理解になってきます。これすいません。こっちが正しい。さっきのはいらないスライドでした。はい、こっちが正しい。さっきのはいりません。はい。で次2番目、これも大きな変化なんですけど、とすると今このひらがなの私の行為は全てひらがなの我々からの行為者性の異常、こっちに来た、それを受けますという、どっちかっていうとこの受け身ですよねが前面に出てくる仕方で遂行されることになります。とするとこの私ですね、私の行為のあり方、どうやって記述するのかと。これまでは簡単でした。私は何々するです。I do X ですよね。デカルトの言い方をするとコギト I think。これが通常の人間のですね、なんとか行為の記述の仕方、自己理解の仕方です。僕が話してます。僕が歩いてます。I do なんです。でも今この新しいその図の中で言うと、これガラッと変わります。すべての行為に関してより正確な記述の仕方っていうのは、私は何々するように我々によって委ねられているとなりますよね。この委ねが入らないと何もできない。つまり英語で言うと I am entrusted to do X と、こういうふうになります。
デカルトの言い方、有名なコギトーですね。これはもはや今や何百年ぶりかにですね、書き直されるべきであって、英語で言うと I am entrusted to think になるんですが、これディスペンサチオミヒクレディタエストコギターレという非常に前のが良かったみたいなややこしいラテン語になるんですが、これ実は聖書に出てくる割と表現なんですね。聖書に出てきてこの委ねられてる。聖書で委ねてるのは当然我々ではなくて神だということですけれども、そういう表現に数百年ぶりに書き直されるべきだと。これでっかい帰結ですよね。でさらにこれも大きな話です。今の行為の新しい説明記述様式、もう一回言いますけれども、私は何々するように我々によって委ねられてるんだ。I am entrusted to do X。そういうのが新しい記述だとします。とすると、この行為ってどういうあり方してんの？これまではシンプルな I do X でしたよね。私は何々する。文法的に言うとこれは能動体でした。だからこの能動性というのはもう少し、難しい言葉で言うと、この行為者の自律性、自分で自分を決めるんだと。自分の行為は全部自分で決めてますという、自己決定性、自律性、オートノミーとして考えられていました。でもこの新しい記述様式は能動体の部分もありました。to do X。後ろの方はそうでしたよね。でも前の方は受動体でした。I am entrusted to という、これ受動体でしたよね。つまりこの新しい記述様式で見たら、私の行為っていうのは常に能動体の側面と受動体の側面を両方持っちゃったんです。もう能動体だけでは話はできないってことです。能動体が自律性、オートノミーに対応するとしたら、受動体はその逆、人からやらされている多律性、ヘテロノミーに対応します。とすると、私のこの行為者という性というのは基本的に能動体だけでも受動体だけでもなくて、両方の側面を備えたモード、もう言葉がないので、両動体、オートヘテロノミーというふうに言っておきましょう。これこそが、ひらがなの私のですね、行為のあり方だ。これ似てるのは、ジョルジャ・ガンベンという現代のイタリアの哲学者がですね、ラテン語にあるこの、能動体でも受動体でもない中動体っていうニュートラルな、こういった行為のあり方っていうのを語っていますが、この中動体というのはとにかく能動体でも受動体でもない。X でも Y でもない。ここで言っている両動体というのは両動体かつ受動体。なので両動体は中動体とも違う。そして我々の自己を取った時に出てくるあり方っていうのはまさに両動体だ。これもかなり大きな主張だろうと思います。で、以上の内容をちょっとまとめていきますけれども、私、漢字の私ですよね。個人的な自己だった。これがひらがなの私。我々の中の一エージェントに格下げされた時に、私はそのまま、そっくりそのまま私の心とかそのままあるんですけれども、意識はそのままなんですが、いろいろ変わっていきました。まず、とりあえずこのカタカナ漢字の私は個人的自己だけれども、私、ひらがな私はもはや自己ではなくて、自己を構成するエージェントに過ぎません。で、この私というのは、異常者っていうのも、シンターコーシャスの異常者ですよね。で、ひらがなの私っていうのは、受ける側、エントラスティ非異常者でした。漢字の私が持っている行為者性、異常性ですね。委ねること。で、ひらがなの方は、委ねられること、受託性、非異常性、異常応答性でした。で、行為のあり方も全然違います。私は X をする I do X コギトーから、私は X するように委ねられている I am entrusted to do X。私はディスペンサチオミヒリクレディタエストコギターレ。で、これも皆さん悲鳴上げる。コギトーだけでも受験で大変なのに、こんなの覚えの勘弁してくれと。そのためにちょっとさっき書き足したんですが、受験用にはこっち使ってください。私が何々するコギトーじゃなくて、我々は考える。こういう書き方なのか、全部。とすると、これはコギトーではなくて、コギタームズ。I do ではなくて、We do X。受験はこっち使ってもらったらいいと。
でこの漢字の私っつうのはさっき言ったように能動体で自律的だ。これがもう本当に西洋哲学のその自己の一つの考えでした。じゃないんだと。両動体なんだと。自律かつ多律的なんだ。これしたらこの後の倫理の話がうわっと全部変わります。変わっていくということになります。はい。最後にちょっともう一度今日は抽象的な話がですね例によって続いておりますので、またちょっと具体的な例でちょっと、に持っていきたいと思います。行為の例として前回例えば自転車に乗るとか腕を動かすとかそういう、基本的には通常の意味でですね単独行為の話をしてきました。でも当然この今日お話ししてきたことの中では共同、狭い意味でなんですね、共同行為も扱うことができます。どうなるかって見ていきましょう。で共同行為として、何かのこのチームプレー、サッカーでも野球でもラグビーでもいいですけど、そういう試合をするという例を考えましょう。これ一つの行為ですよね。まさに身体行為です。でこう一つのポイント、私がこういう我々って考えている時には通常こういうサッカーの試合とかラグビーとかの場合の我々っていうのはワンチームですよね。なんとかチーム、兄弟チームとかであって味方チームのが大体我々が考えるユニットとして、私は違う。サッカーの試合っていうのは味方だけじゃ試合にならないんですよね。やっぱ相手いるわけです。味方だけじゃ何しろっつったらどうしようもないわけで、呆然と立ち尽くすしかないわけです。練習はできるかもしれないけど試合できないじゃん、相手いなければ。とすると、当然サッカーとか何でもいいんですよ。相撲でも、ラグビーでも野球でも相手がいなきゃダメなので、サッカーのその試合をするという時の我々っていうのは少なくとも味方チームだけじゃなくて憎き相手チームも入るんです。この2つがいないとサッカーの試合は成立しないんです。だから我々実はまず最低限そこだっていうことですよね。つまりここで言われている我々は必ずしもですね完全な利害一致集団じゃないんだったらみんなお互いやっつけようと思ってるわけですから、どっちが勝ったどっちが負けるしかないので、これゼロサムゲームをやってるわけですよね。でさらに重要なのはこの両方のチームだけじゃ試合成立しません。審判いなかったらどうしようもないです。もう喧嘩になるわけですよね。で当然サッカーの球場をちゃんと整備してくれる人がいなければ球場がボロボロなデコボコになってどうしようもできません。でチームをちゃんとマネージメントしてるマネージャーとかですねちゃんといないと何もできない。で当然やっぱりサポーター、これも重要ですよね。Zoom で観戦っていうのもあるかもしれませんけどサポーターも重要です。どんどん広がっていきます。サッカーの歴史ですよね。過去にサッカーなるものがなかったらサッカーの試合なんかできないので、やっぱりその一連の昔から中世かどうか分かりませんからサッカーの歴史がいります。でこのサッカーを可能にする社会インフラ、どっかのうちからやっぱサッカー場に行かなきゃいけないので道路とかその列車とかいるわけですよね。でエコシステムがないと我々生きていけませんし、ジオシステムがないと重力場が狂っちゃったらサッカーのボールとか飛んでいって宇宙に飛んでいってしまいます。こういう仕方で基本的にはこの我々というのはやっぱこういうどんどん広がっていく。でも基本的にはやっぱり一番出発点からして味方敵両方悪いんだという、つまり必ずしも完璧な利害一致集団ではない。もちろんある程度利害一致しますよ。サッカーの試合をしようと思ってきてるんだから、試合を潰そうと思ってきてたものはもうぐちゃぐちゃになってしまいますから、ある程度の利害はありますけれども、そんな我々が通常思うようながっつり利害が一致しているわけではないと。じゃあここでこの我々というのがありました。この何が我々を束ねているのか、何がウイをウイにしているのか、これ現代哲学でも非常に大きなまた論点です。自己とは何かに関していろんな人がいろんなことを言ってるっていうお話をしましたけれども、このウイに対してもですねこれでもかっつぐらいいろんなやつが好き勝手言ってるんですね。例えば一つの考えはですね、意図を共有していると。やっぱり意図を共有してなかったら我々になれないと。全然正反対のことを持っていたらやっぱりなれない。さっきの話で言うともうサッカーの試合もしたくなかったらもうやっぱ我々に入ってこないわけですから、やっぱり意図の共有がある。でも意図たまたま共有してただけではダメで、相手が共有してるっていうのは同じやっぱりお互い分かってないんだね。
こいつも同じ意図を持って今動いてるサッカー場に来たと。僕も同じ意図を持ってきたと。じゃあ一緒にせーのドンでやりましょうという。それが一つのこれ、デイビッドソンのラインの、我々の説明なんですけれども。で、さらには、意図じゃないと。規範だっていう人がいるんですね。なんかやっぱりサッカーならサッカーの、ゲームとかあるし、フェアプレーとかあるし、これじゃしちゃいけないっていうのもいろいろやっぱりあるわけですよね。その規範がもう全然バラバラだったらですね、サッカーの試合もやりようもない。だから意図というよりかは規範を共有しているのが重要だ。これマーガレット・ギルバートの考えなんですけれども、そういうふうな人がいます。で、それからですね、もっと極端な人はですね、集団心。個人の頭の上にぽっかりと集団心なるグループマインドみたいなものがぽっかり浮いてないとダメだみたいな。あんまり最近これいないだろうと思ったら、まだいるんですね、こういう人がね。そういういろんな我々性に関していろんな説というか立場があります。じゃあこの我々としての自己、これまでお話ししてきた我々としての自己の我々性とは何か、もうバーンと言っちゃいます。つまり、まず広い我々性。さっきの生存系全体に言っちゃもうなんか16番まで言っちゃうような話ですよね。それはもうこれ前の話からお分かりだと思います。行為者性を委ねられていること、委ねられてあること。ある人は委ねられてること知ってるんですよ。委ねられてるなと思ってこの我々の中に入って、だからサッカーしようと思って。他の人はなんか知らずになんかそこにいてたら結局は協力しちゃってるみたいな。これも入ります。で、無生物とかその委ねられてる認知なんか持たないので、知らずに委ねられてるっていう。だからここでの我々っていうのは、意図の共有とか規範の共有とかではなくて、むしろ委ねられていることの共有ということになります。じゃあ、もっと狭い意味でのサッカー。さっきの生態系が広いすぎる。じゃあどこで我々か、実は先も前も言いました。我々は明確にこの区切れないというのは我々の特徴なんですが、でもいろんな形で区切るかもしれません。例えば最低限両チームいますと。ね、関係者とかマネージャーとかやっぱりいると。わざわざその球場に来ているサポーター。この人たちが最低限の我々だとしたら、これは行為者性を委ねられているプラスそのことを相互認知してる。僕もサッカーしに来たと。こいつもしに来たと。応援する人はそれをやっぱりサポートしに来てるんだということをみんながお互い認知してるということであります。こういう仕方で全てが共同行為だという話をしましたが、狭い常識的な共同行為とそうじゃないものも、こういう仕方でこの中で区別ができるというお話でした。でこれが今日のまとめということになります。いろんな話がもう次から次から出てきてですね、もう目まぐるしい何のこっちゃわかんない、お話になっちゃいましたけれども、今日のところのまとめ、我々としての自己とは何か、正体が一つまた明らかになったかと思います。一言で言うと、純粋異常者である生存系としての委ねのシステムと。これより前の話を聞けなかったら何言ってるか全然わかんない自分みたいな話ですけれども、ちょっともう一回見返していただいたら、それぞれにこういう意味はありますということであります。で、次回第5回で、いよいよ大詰め大団円なんですけれども、この我々としての自己、ちょっとまだ残っているところがございます。さっき言ったマルチエージェントシステムと純粋異常者をどうやって足すんかっていう、あそこの話をちょっといたします。で、それから今もういろんなことが変わりましたよね。だともう両動体とか言ってるわけですから、自律性なんかないっつって、ごちゃごちゃ言ってますから、そうすると、この倫理がどうなるのかっていう話で、この我々としての倫理、それを踏まえて、いよいよやっぱりアフターコロナ、ウィズコロナという、そういった社会におけるこの、我々、そして私の在り方というのを見て、ちょっとお話を飛ばしました対話としての自己、それにも触れたいと思っております。今日はここまでで、これからまたQ&A セッションに入っていきたいと思います。はい。これがまた見えない。
はい。やっぱり一つはですね、やっぱりこの責任とかどうなるのかということですよね。これ非常にやっぱり気になられることだと思います。こういうふうにしたら、責任、道徳的責任、レスポンサビリティってのはどこに行くんだっていう。これは次回倫理の話をしますので、この責任の話をいたしますが、この責任一つはジョイントリスポンシビリティという形で、この我々の行為を、この我々を構成しているみんながいろんな仕方で分かち持つということになります。じゃあなんかもう連帯責任みたいなですね、もう全員がなんか全員責任を等しく負わなきゃいけないのかっていうのに関してもそうではなくて、この責任にはある種の重み付け、やっぱり中心的な重い責任を負わなきゃいけない人と比較的軽い責任で済む人、これ重み付けがあり得ると考えています。ただし重要なのは誰であってもいかに軽くなってもゼロにはならないということです。これが一つのポイントということです。で、それからやっぱりこの自己観、全体主義のような聞こえるというか、そこに結びつく危険性はないのか、これ以前にもいただいた質問で、それは最後にちょっとスライドでお話をしたいと思います。全体主義とはこの点で違うというふうに言えればというふうに思っています。で、サッカーの試合。はい、そうですね。サッカーの試合の例によっては、サッカーの試合を妨害しないことで、試合を成り立たせているような、いないことによって我々を成り立たせるような存在も、これ当然ありますよね。例えば妨害しようと思ってるんだけど、何かの理由でもう今日はやめとこうとか、疲れたからもう次回でいいわと思ってる人もそんな気持ちはなかったかもしれませんが、結局このサッカーの試合を成立させているエージェントの一人になってしまう。だから不在という形で関与することもあるということです。で、これも最後の対話のあたりでまたお話をしますけれども、このエージェント全てが現実の存在である必要はないです。人間である必要はない。AI も入ってくるというふうに言いました。AI どころか、例えばなんかドラえもんとかシャーロック・ホームズみたいな、そういう人たちが何らかの意味でこのエージェントに参加するということも可能だと私は考えています。これは現実でないということで言うと不在なんですけれども、別の仕方でこの我々のところに臨在しているという、現れているというふうに私は考えています。だから不在でも助けるっていうか、このエージェントに入ってくるとは当然、あり得るということですね。で、あとはこの実存的孤独とどうやって結びつくのかという質問も複数いただいています。で、実存的孤独に関しては一番最後のところでもう一度、立ち返ってっていうかお話をしたい。これが実存的孤独とどういうふうに最終的に結びついていくのかということを見ていきたいと、また最後にお話をしたいというふうに思います。で、哲学を考える上では日本語の曖昧性はある意味便利に使われうるという、曖昧性と言っていいのか多義性と言ってもいいかもしれませんけども、やっぱりこの各言語の特質というのは割と重要だと思います。言語が違えば言語表現も違うし、実はそこの背後に考えられている人間の在り方とか主体の在り方とか自己の在り方がかなりラジカルに違う。だから日本語を使うことによって例えばドイツ語とか英語なんかでは見えてこなかった、なかなか言語化しにくかったような我々の感覚を表立って言語化することも可能になるでしょう。その逆ももちろん可能で、日本語は別に万能というわけじゃなくて、日本語は日本語でなかなかこの感覚はちょっと言語化できないよねみたいなのがあったら、それは別の言語、それはヨーロッパ語じゃなくても例えばフィジー語みたいなのでいいわけですけれども、それで言語化できるということもあり得るかと思います。そういった意味でこの多元的な言語を使うことによって、多数の言語を使うことによって一つの言語だけで議論をしてたのでは見えてこないような、例えば言語化できない微妙な直感とか感じっていうのを我々言語としてすくい上げることができるんじゃないかというふうに考えています。だから私これ基本的には今本を書いてるのは英語で書いてるんですけれども、こういう日本語でも時々お話をしていますので、このバイリンガルでやってる。この
バリニュアルだと面白いんですよね。先ほどのユダネのシステムみたいに英語ではうまくできないようなことも日本語ではできるし、逆で言うとI am entrusted you to do なんとかみたいな、英語にした方が割と構造がバーンと出てくるみたいな、そういうふうなこともあって、この両党使いをすることによっていろいろ面白いことが出てくるんじゃないかというふうに考えています。はい、講義の我々ですよね。無自覚的にその場にいただけで巻き込まれ事故みたいな、まさにそんなことも当然あり得るということです。だから講義の我々ですね。狭い意味の我々はやっぱりなんか意識してきてるので、サッカーの試合をやろうと、それをサポートしようと思ってきてるわけですけど、講義だとなんかその道を歩いてるだけでですね、もしかしたらそれになんか我々に巻き込まれてしまってるかもしれません。ということはこれまた次回お話できるかもしれませんけど、この一人の私、ひらがなの私、いろんな仕方で実は多重にもう同時的に我々に関わっちゃったんですね。今なんかしてると思ってます。だからなんかこれがこの講義を配信している我々の中にいるんですけれども、なんかこれが別の仕方でですね、風が吹けば桶屋が儲かるみたいな非常になんかややこしい間接的な仕方で何かに関わってしまっていたら、それ私のはそっちの我々にも入ってる。いうことで、いろんな我々に多分同時的に参加していることになる。これまた次回そういう話をしたいと思います。だからじゃあ自分がどういう我々に参加しているのか、これ分かんないですよね。結局この分からなさ、多層的すぎて分からないっていうのが我々の人生の在り方、生の在り方の一つの重要なポイントだろうと。そういうところを見通すことができないのが我々のせいだというふうに考えています。はい、でこれも非常に面白いあれで、民族浄化や殲滅戦のような相手の存在を滅ぼすまたは否定するような我々、これ我々かってことですね。これまさに来週お話をします。私の答えで言うとこれ我々ではありません。来週のことをちょっと言いますと、この我々にも実はいい我々と悪い我々があるんですね。いい我々と悪い我々があります。で、民族浄化とかは何か、ジェノサイドは何か、これ悪い我々ですらない。我々すら成立してない。で、それが一番悪いことだという、そういうお話をしたいと思います。ある一定の、次回のキーワード、フェローシップというのが最低限、この我々の中にいる。だから横に歩いてるやつ、関係ないけれども、例えばその存在を否定するとか、その存在を殲滅してしまう。そんな風になったら、この我々二人の間には我々すら絶対成立をしません。我々の間には少なくともですね、無意味に殺すとかそういうことをしない最低限の意味でのやっぱりフェローシップっていうのは成り立ってなきゃいけないので、逆に言うとそういうフェローシップが成り立たないような我々、こんな我々実はたくさんあります。いろんな人たちが抑圧されているような我々、同質化圧力の中で窒息しそうになっているような我々、これは悪い我々なので、この悪い我々を良くする、そういう道徳的な共同責任をその悪い我々の中の人は全員持っているという、そういうお話をするつもりです。はい、もうちょっと行きましょうか。はい、マルチエージェントシステムにおける異常非異常を担う各エージェント離散的なイメージ、これまで割とずっと離散のお話をしてきました。でも本当にこれが離散かどうかこれ分かりません。これユニットどういうものか、これいろんな形があり得るということで、一応今日はモデルとして丸のなんかお互い離れているつぶつぶのモデルを考えましたけれども、これもさまざまなモデルがあり得るというふうに私は思っておりますし、その丸のその境界が、ちっちゃい丸同士の境界が明確に切れるかどうか、それはいろいろあり得る。なので必ずしも離散でもない。場合によってはある種の連続とか境界がぼやけているような、そういう存在論のモデルをここに接続することも可能であるというふうに思います。で、例えば自己イコール純粋異常者は導き出したものか、それとも定義でしょうか。これは基本的には前回のかな、自己とは何かということで身体行為者だという、そういうお話から始めました。で、それは定義といえば定義なんですけれども、私としてはちょっと申し上げたように、これはある程度議論ができる。つまり身体行為者でない自己っていうのは考えられる
そういったことを考えている人もいるんですけど、哲学者で。それは何らかの仕方で、批判できるというふうに私は考えています。この批判がうまく完全にできるかどうかはそれは別ですけれども。とすると、とにかく実行イコール身体、行為者だというのは、ある程度論証できることから単なる前提ではない。で、その、とこから出発すれば、さっき言ったとこまではダーンとストロートで私議論ができるというふうに思っていますので、少なくとも自己の一つの重要な固有性質が純粋異常者だというのは言える。ただし、この先、さっき大ジャンプをしましたよね。この純粋異常者だけを取り出して自己だというようなこういう概念操作をしたことによってコペルニクス的展開というのをやらかしちゃったわけですけれども、これは定義でも何でもない。これはアーギュメントでも何でもない。ある意味じゃ定義というか提案というか、これは概念的なジャンプです。基本的には。これ今回ないわけじゃないんですけれども、そういうことは概念的に可能であるように私としては作っているつもりですけれども、そういうふうに取る当然概念的な必然性はありません。だからアーギュメンテーションは厳密には当然成り立たないことからだと思います。はい、純粋異常者イコールマルチエージェントシステムというのは異常者自体が構造であるかということですね。で、まさにそういうことです。つまりウイというのは実は構造を持ってるんです。愛もあるかもしれませんけれども、愛はある意味じゃ私っていうのは一つの単一のエージェントですよね。ウイというのは我々っていうのはさっきも申したように単一性とそれから複数性両方持ってる。つまりその中に構造が入ってるということであります。だから自己を私、漢字の私から、ひらがなの我々へと、我々化することによって自己は基本的に構造化される、システム化されるというふうに言ってもいいかもしれません。システム別の名前で言うと構造というふうに言ってもいいわけですので、基本的に、我々としての自己というのはある種の構造というのを、必然的にもうビルトインされて持っているということであります。はい、私には何が残るのかですね。異常に答えるのか答えないのか、我々に加わるのかという選択はあるか、これ選択はあるというふうに考えています。基本的にはやっぱりこの異常性っていうのを感じるんですよね。でその中に入るかどうか、これ選択の余地があると思います。で重要な、今いろんな選択があるんですね。今日はちょっと疲れたから入らないとか、そういうのもあると思いますけれども、一つの重要な選択はやっぱり倫理的な選択です。この我々はやっぱり悪い。こんな我々には入りたくない。こんな我々に協力はしない。答えない。受託しない。そういう選択も当然あり得ると思います。だからこれあくまでこれは受託であって、命令とか完全なコントロールじゃないっていうのはこの異常の一番のポイントなんですよね。異常者っていうのはこの我々でも何でもそうなんですけれども、非異常者である私を完全にはコントロールできないんです。だから受けるかどうかは最終的に私が決めることができるということになります。ですね。ただしこの場合この決断も実は別の我々の中に僕が入っていて、この別の我々を背負った決断だというふうに考えています。これ来週お話をしますけれども、私は我々から除かれて裸の私になることはもはやできない。私が生きて身体行為をしている以上は常に何らかの我々になるんです。だからこの我々に嫌だからって出てきた私裸になったんじゃなくて、この出てくる前と後で別の我々の中に入っていて、その我々の中で別の我々に対する中に入るかどうかの決断をした、そういうふうな形になろうかと思います。だからこれ来週お話をします。私は我々から逃れることはできない。我々は私にとって不可到達 inescapable。でも個々のそれは何らかの我々から逃れることができないというだけであって、最後に何か絶対くっついているということであって、個々の我々に対して私はある種の選択の余地があるというふうに考えています。
で、死んでからも我々として参加できそうというのはまさにその通りで、これ対話的自己、一番この授業の最後のところですけれども、そういうお話をするつもりです。まだ時間は一つぐらいありますか？はい。そうですね。生存権の中に AI なども入れたこのパラヒューマンを考えるという。で、どこまでその、権というかシステムが広がっていくのか。これ前回お話ししたことなんですけれども、これどっか境界はあるというふうに考えています。すべての宇宙がなんか全部ここに入ってくるっていうのは私はちょっと言い過ぎというか、なんていうか、大きすぎで、どっか境界がある。でも、境界はどこかっていうふうに引くことは我々は原因的にできないというふうに考えています。そういった意味でこの境界は開いているという、オープンだ。それがオープンバウンダリーっていうのがあるというのが私の考えで、さっきのサッカーのこともそうですよね。なんかじゃあ全宇宙がサッカーに参加してるからそんなことはないんでしょうけれども、どっかで切れますけれども、じゃあどこで切れるかってなかなか難しいということになります。これ先ほど質問にいただいた一つ一つの丸が離散的か連続的かっていう問題にもなってくるかもしれません。もしもそれが連続だとしたら本当に切れない、どっかで明確に切れないということになっていくんだろうと思います。で、最も抽象度のない高いマルチエージェントシステムとしては例えば物理学だっていうことですけれども、この今語っていることに関してはなるべく存在論に関してはニュートラルにとっています。でも例えば一つの存在論、今現代哲学では割と広く採用されているのが有意物論というか物理主義、フィジカリズムですよね。その見方にとっては全ては物理的対象だと、そういうふうな形で考え直してもらっても全く私は構わないというふうに思っています。私自身は物理主義は存在論として取っていませんけれども、この我々としての自己の話自体は存在論的にはなるべくニュートラルにいろんな哲学者の議論と接続可能なようにしたいというふうに思っています。はい、そんなところでしょうか。はい、じゃあまた来週よろしくお願いいたします。